いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は熱海市にある開店後すぐに満席になるという有名店と地元民に愛され続けている食堂の2軒を紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初の開店時から満席状態になるお店は、今は夜のみの営業ということで、どうしてもこちらの名物料理が食べたくて開店前に到着しました。その店の場所ですが、135号線で熱海方面へ向かう場合は三ヶ部というパチンコ屋さんの手前を右折し、最初の交差点を左折したすぐ右側にあり、店舗の上の黄色い看板が目立つこちらのお店は、熱海市渚町にあります中華料理熱海飯店さんです。営業時間は19時から3時までで、定休日は日曜日となっております。ちなみに駐車場はありませんので、車で向かう場合は近隣の有料駐車場を利用することになります。また平日の遅い時間と週末はワンドリンクのオーダー制となっているようなのでご注意ください。そして開店時間になり、後ろを見ると大行列。開店時満席は実話のようです。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。店内はラーメン屋さんというよりは居酒屋に近い雰囲気で、客席はカウンターが6席に小上がりのお座敷席が4択18席の最大24名入店可能となっております。それではメニューを見てみましょう。まずはこちらの名物ともいえる一押し大人気メニューの伊豆の肉チャーハンを筆頭に、ラーメン、焼きそばなど8種類の麺類にご飯物も8種類、6種類の炒め物に唐揚げ、餃子などのおつまみ系も豊富にあります。ドリンクメニューはビールにサワー、ウイスキーに焼酎、日本酒、梅酒に紹興酒にシャンパンにソフトドリンクと、ドリンクメニューも豊富にあります。ちなみに注文方法は席にある QR コードを読み取り注文するシステムです。最近こういうシステムもだんだん増えてきましたね。そして QR コードを読み込むとこんな感じになり、メインの料理を選ぶとメインの他にトッピングなども載っているので、一緒に注文することができます。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずは瓶ビール650円で乾杯です。続いては炒め物メニューから、卵とトマトの中華炒め900円です。ふわふわ卵にキクラゲの食感とトマトの程よい酸味がマッチして美味しく良いおつまみになります。続いては一品料理から、ネギチャーシュー550円です。分厚くカットされたチャーシューの上に半熟卵が乗ってます。チャーシューはジューシーで柔らかくとろける美味しさ。ネギはチャーシューの下にピリ辛に味付けされたものが敷かれてます。ちょっとしたおつまみとしては美味しいし、価格も手頃で良いですね。熱海飯店さん一押し大人気メニューの伊豆の肉チャーハン1000円です。チャーシューと卵の入ったあんかけをチャーハンの上に乗せ、テーブルに来てからお椀を外すといった派手な演出のチャーハンです。優しい味付けのチャーハンに濃いめの味のあんかけがよく合う美味しいチャーハンといった感じです。イメージではもっとお肉と卵が多い印象でしたが、その違いはお肉と卵をプラス500円で増量した肉チャーハンが写真と同じものだったようです。インパクト絶大の肉チャーハンは1500円となるので、注文の際はトッピングを忘れずに行いましょう。続いてはワンタン麺950円です。メニュー表通りのワンタンがたくさん入った一杯となっており、その他の具はフライドオニオンにメンマ、ネギとなっております。麺は細縮れ麺となっており、スープがしっかりと絡んで美味しいです。またメインのワンタンはお肉ががっつり入って食べ応えがあります。そしてスープはシンプルかつ優しい味のため、飲んだ後によく合う美味しいスープなので、お腹いっぱいじゃなければ飲み切っちゃう人も多いのではないかと思います。続いては餃子550円です。餃子は1皿6個入りとなっており、一緒にもやしが添えられています。餃子自体のサイズは一口餃子に近い感じの小さめなサイズとなっており、揚げ焼きに近い感じでカリッとした食感が良く、これも良いおつまみになるといった感じです。味もしっかりついているので、そのまま食べても十分美味しかったです。ちなみに支払い方法は現金の他にクレジットカードに電子マネー、QR コード決済が可能となっております。あと最初にも言いましたが、こちらは開店直後に満席状態となり、営業のスタンスとしてはラーメン屋さんというより居酒屋に近く、回転率はあまり良くないように感じたので、来店の際は開店前に来て並ぶくらいがちょうど良いのではないかと思います。またこちらで人気ナンバーワンの伊豆の肉チャーハンを食べる際は、せっかくなので卵とお肉を増量し、インパクト絶大にして食べた方がお腹も心も満足すること間違いなしだと思います。またワンタン麺、一品料理などもどれも美味しかったです。それではこのまま次のお店に行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。続いてのお店は地元民に愛され続けていると言われる食堂で、美味しいしボリュームもそこそこあるという情報を得たので早速やってきました。
今まで何度も店の前を通ったことはあり、どんなお店かずっと気になってはいたのですが、なかなか行くことができず、今回良い情報を得たのもあってようやく行くことができた、地元民に愛され続けているというこちらのお店の場所を地図を使って説明すると、伊東市方面から135号線で熱海駅方面へ向かう場合は、ひたすら道なりに進み、右側に矢印のある遊具広場のあるところの一番奥ぐらいまで行くと、左側にこちらのお店の看板があり、そこを左折したところにあるこちらのお店は熱海市上田川にあります野口食堂さんです。営業時間は11時から14時30分と17時30分から19時30分で、定休日は毎週木曜日となっております。駐車場はお店の横に5台から7台分ぐらいあり、駐車場はコンクリートで平面のためバイクでも止めやすいと思います。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。店内は定食屋さんのような落ち着いた雰囲気となっており、客席は4名用テーブルをメインに6名用テーブルや小上がりのお座敷席もありました。メニューはそば、うどん、定食、単品にドリンクメニュー。裏面にはかなりの種類のご飯物に麺類、汁物と種類豊富です。卓上サービスはこんな感じ。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。麺類からサンマー麺1000円です。具沢山でボリュームのあるサンマー麺には大量のお野菜にチャーシュー、ゆで卵、エビとナルトが乗っており、麺は細ストレート麺となっております。栄養のバランスが悪そうな食生活をしている私の体が喜びそうな一杯です。また野菜どっさりの塩味のサンマー麺のスープには野菜やチャーシューの旨味が溶け出して、コクと深みのある体に優しそうな美味しいスープで、麺との相性も良くとても美味しかったです。続いてはご飯物からチャーハン800円です。こちらのチャーハンはパラパラタイプの塩味メインのチャーハンとなっており、見ての通りのボリュームで食べ応えがあって美味しいです。チャーハンについてくるスープも美味しく、こちらのお店は醤油味のラーメンも美味しいだろうなという印象を受けました。続いては上カツ丼1200円です。カツ丼と上カツ丼の価格の差は150円だったので、せっかくなので上カツ丼を注文してみました。カツ丼に関してはカツのサイズ感やボリュームなどは普通といった感じです。カツのお肉は程よい厚みがあり、脂身が少ないタイプで、お肉の食感は柔らかくとても美味しいです。卵や玉ねぎも程よい甘さがご飯との相性が良く、とても美味しかったです。またお味噌汁もホッとする味で大満足の一品となりました。ちなみに支払い方法は現金のみとなっておりますのでご注意ください。あとレジ横には火花の撮影の時のサインがありました。私もあの映画を見ましたが、確かに熱海に来てましたもんね。何よりあの映画からもう10年経ってることに驚きです。今回は熱海市上田川にあります野口食堂さんにお邪魔させていただきました。後から知った情報ですが、どうやらボリューム大のメニューは五目揚げ焼きそばだったようです。もし気になるようであればぜひ注文してみてください。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。